日はフルーツ牛乳寒天を作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、フルーツ牛乳寒天を作っていきたいと思います。今回はですね、4つのフルーツを入れて作るんですが、混ぜて冷やすだけなのですごく簡単です。そして表面をね、綺麗に可愛く仕上げる方法などもご紹介していきます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。牛乳、お砂糖、お水、粉寒天、いちご、みかん、キウイ、パイナップル。今回はこちらの材料で作っていきます。まず甘さについてなんですが、こちらはお砂糖を使っていきます。この糖類に関しましてはお好みのものを使用していただいて OK です。そして今回はですね、寒天ということで粉寒天を使用していきます。粉寒天ではなくて棒寒天を使う場合は倍量使うようにしてください。たまにね、ゼラチンでも作れますかというね、ご質問があるんですけれども、ゼラチンでも作れなくはないんですが、ただですね、型から外しにくいのと、あとはこういった生のキウイだったり、あと今回はね、パイナップルは缶詰を使用してるんですが、生のパイナップルなどを使う場合はゼラチンを使ってしまうと固まらなくなってしまいます。もしどうしてもね、ゼラチンで作りたいよという場合はフルーツは缶詰のものを使用して作ってください。そして今回はですね、こちらトルテ型というものを使っていきます。こういったちょっとね、こう斜めになってる型なんですが、こちら底の部分が15センチ、この上の部分が18センチになっているケーキ型になります。今回はね、こちらで作っていくんですが、こういった型じゃなくても他にもね、いろいろ代用できます。まずはパウンド型ですね。こちらでも代用できますし、続いてこちら普通のケーキ型ですね。こちら直径15センチのものになります。あとはね、こういった保存容器ですね。こちらホーローの保存容器です。こういったものでもいいですし、こういったガラス製のね、容器でもいいですし、あとはね、こういったタッパーでも OK です。あとはね、こういったプリンカップにね、小分けで作っていただいてもいいですし、さらにですね、お鍋ですね。こちらをそのまま型にしちゃっても OK です。ただね、こういったお鍋などを使う時は、この内側にね、留め具がついてたりするものは外す時に形が崩れやすいので、こういったね、留め具が内側にないものを使っていただくのがおすすめです。もう最悪ね、全然入れるものがないよという時は、牛乳パックの中に入れて作っていただいてもいいかなと思います。ということで早速作っていきたいと思います。はい、それでは早速作っていきます。まずはじめにみかんから切っていきます。みかんを切る時なんですが、皮ごと切っていただくと実が崩れにくいので、皮ごとね、切っていきます。皮ごと切っていきます。で、だいたい厚み5ミリぐらいですね。そのぐらいの厚みで切っていきましょう。で、なるべくね、あんまりギコギコしすぎないように注意してください。はい、このように切ります。端っこはね、こんな感じで使えないので、ちょっとね、これは皮を剥いてちょっとつまみ食いとして召し上がってください。そしたら続いて切り込みを入れて、そしてペリペリペリとこんな感じで剥いてください。みかんをね、このように切ってみてください。今回ね、生のみかんを使っていきますが、缶詰のね、みかんを使っていただいてももちろん OK です。で、また同じようにこうやって切り込みを入れて剥いていきましょう。切り込み入れる時に手を怪我しないようにだけ注意してください。はい、みかんはこのように切ってください。それでは続いてキウイですね。こちらはまずね、両端を切り落とします。このようにくるくるっとして、そして引っ張ります。そうすると簡単にね、ヘタが取れます。こちらも同じようにスッと切ってください。あとは縦に剥いていきます。この時ね、ピーラーなどを使ってね、皮を剥いていただいても OK です。はい、そして皮を剥いたらこちらもだいたい5ミリ幅ぐらいで切っていきましょう。こちらもなるべくね、あんまりギコギコしないように切ってください。で、そしたらですね、キウイはこれをね、また半分に切ります。丸ごと入れていただいてもどちらでも OK です。今回はね、半分にしていきたいと思います。では続いてパイナップルですね。こちらは半分に切って、でまた半分でまたさらに半分ですね。だいたい8等分ぐらいにしていきます。こちらもね、お好みの大きさに切っていただいて OK です。
それではね、続いていちごです。いちごはまずヘタを切り落としてください。輪切りになるように切っていきます。こちらもだいたい5ミリ幅ぐらいで切っていきましょう。はい、こんな感じです。このように切っていきます。はい、全部切り終わりました。今回ね、全部4種類のフルーツをトータルで約 400g 用意してます。このグラム数はだいたいね、300g から 400g ぐらいを目安に準備していただくといいかなと思います。今回4個ずつなので、だいたい 100g、100g、100g、100g ぐらいでね、揃えていただくとバランスがいいと思います。こちらはね、お好みでやってみてください。それでは続いて型を用意してください。こちらです。まずここの下の部分と、あとは横の部分ですね。ここにフルーツを敷いていきます。ここの部分はね、こう裏返した時に表面に出る部分なので、お好みで大丈夫です。お好きなようにね、フルーツを飾ってみてください。まずはじめにみかんを置いていきます。はい、そしたら続いていちごですね。こちら置いていきます。はい、今こんな感じです。最後にね、ちょっとバランスを整えたいと思います。続いてキウイですね。はい、こんな感じです。続いてパイナップルを置いていきます。あとはもうちょっと隙間を埋めるのに、ちょっとね、フルーツが大きい時は半分に切って入れてみてください。このように敷き詰めました。いちごとかね、みかんとか、あとパインとかね、ところどころね、半分に切ったりして入れてます。そしたら続いてこの側面ですね。そこもね、少し2センチぐらいですね、敷き詰めていきます。こちらも半分に切ったりしていただいて OK です。はい、このように敷き詰めました。こんな感じです。そしたらこちらをですね、使うまでだいたい10分前後ぐらいですね、冷蔵庫で冷やしてください。大抵でもね、5分間は冷蔵庫でしっかり冷やすようにしてください。そしたら続いて余ったフルーツをちょっと細かく切っていきます。だいたいね、いちごは4等分から2等分ぐらいですね。小さいものだと2等分でいいと思います。このように細かく切っていきます。こちらはね、表面ではなくて内側に入ってくるものなので、ちょっと小さめに切っておきます。はい、いちごはこのように切ってください。続いてパイナップルですね。パイナップルもちょっとだけね、小さくします。はい、パイナップルはこのように切ります。続いてキウイですね。こちらは半分に切ります。キウイはこれで OK です。続いてみかんですね。こちらは4等分ぐらいにしましょう。みかんはこれで OK です。余ったフルーツはこのように細かく切っておいてください。それでは続いて牛乳寒天を作る前に牛乳を一度軽く人肌程度ぐらいまで温めておきます。冷たい状態で寒天の中に入れてしまうと、入れた瞬間にね、寒天が固まってしまう時がありますので、牛乳は必ず人肌程度ぐらいまで温めておいてください。それではこちらを電子レンジ 600W で1分加熱します。500W の場合はプラス10秒から15秒ほど加熱してください。はい、加熱しました。牛乳の準備はこれで OK です。はい、それではね、牛乳寒天を作っていきます。まずお鍋に粉寒天を入れてください。ここにお水を入れます。で、水を入れたらですね、一度寒天をしっかりね、水となじませてください。で、よく混ざったら火にかけます。火加減中火です。このようにゴムベラまたはね、こういった耐熱のゴム製の泡立て器を使うようにしてください。ステンレス製のものを使ってしまうとお鍋が傷つくので注意してください。これでよくかき混ぜながら一度沸騰させます。寒天はね、しっかり加熱しないと溶けないので、きちんとね、加熱時間は守るようにしてください。はい、でこのようにクツクツ沸騰しました。沸騰したら火加減弱火にします。そしてこのまま2分間ですね、しっかり寒天に火入れしてください。そうしないとね、寒天が溶けなくて牛乳寒天が固まらない時があるので、しっかりね、寒天に火入れしていきましょう。加熱している最中は必ずね、混ぜながら加熱してください。はい、今ね、2分間しっかり火入れしました。そしたらここにまずお砂糖をすべて加えます。そしてよく混ぜましょう。お砂糖がね、ダマにならないようにしっかり溶かしてください。
はい。で、このように30秒から1分ぐらいですね、しっかり混ぜます。そうするとね、このようにクツクツ再沸騰してくると思います。そしたらここに牛乳を加えます。よいしょ。一度にね、加えちゃって OK です。そしてよく混ぜながら鍋肌がふつふつしてくるまで加熱しましょう。ここで沸騰させてしまうと膜ができたりするので、必ず沸騰直前で火を止めるようにしてください。で、この時もよーく混ぜながら加熱しましょう。はい、これで鍋肌がね、ふつふつしてきたら火を止めてください。寒天はですね、常温でも固まるので、火を止めた後はね、素早く作業するようにしてください。それではですね、冷やしておいた型を取り出してください。そしてまずここに牛乳寒天をそっと流し込んでください。勢いよく流し込んでしまうとフルーツが浮き出てきたりしてしまいますので、そーっとね、優しく流し込むようにしてください。このようにね、型を冷やしておくと、この入れた部分のね、寒天がすぐ固まって表面がね、綺麗な仕上がりになります。だいたいこの側面に敷いたフルーツが半分ぐらいですね、浸かるぐらいまでこのように流し入れます。ここからの作業はね、素早く行ってください。このね、残りの牛乳寒天の中にこちら余ったフルーツを入れていきます。これで素早く混ぜて、そして混ぜたものをまたね、そっと入れてってください。はい、OK です。それではですね、一度こちらをですね、常温の状態でだいたいね、30分ぐらいですね、冷ましていただいて、その後冷蔵庫で3時間ほどしっかり冷やし固まるまで冷やしてください。はい、しっかり冷やし固まりました。今ね、3時間ほど冷やした状態です。そしたらですね、こういったちょっと細めのナイフなどで周りを一度剥がします。そしたら上にお皿を置いて裏返します。はい。で、あとはね、上下に振ってください。そして下に落ちたら型を外します。じゃじゃーん。はい、このように彩り鮮やかでとても美味しそうな仕上がりになってます。はい、これでフルーツ牛乳寒天の完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにね、表面がとても可愛く仕上がってます。それでは切っていきたいと思います。はい、断面はこのような仕上がりになってます。中もね、フルーツたっぷりで美味しそうに仕上がりました。見た目もね、このようにケーキのようでとても可愛く仕上がってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。いただきます。甘さと食感がちょうどいいですね。フルーツもいっぱい入ってて、この酸味が効いててすごく美味しいです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のフルーツ牛乳寒天のポイントです。まずフルーツなんですが、今回はいちご、みかん、パイナップル、キウイ、こちらの4種類入れてます。このフルーツに関しましてはお好みのものを使用していただいて OK です。トータルで今回ね 400g 入れてます。こちらは目安にしてみてください。そしてまずね、フルーツを切るんですが、みかんを切るときは皮ごと切っていただくと形が崩れにくいので、皮ごと切ってから皮を剥いてみてください。そしていちごに関しましては今回は輪切りにしてます。こちらの切り方はね、お好みの切り方で切っていただいて大丈夫です。そしてフルーツを切り終わったら、まず型の底の部分にフルーツを敷いてください。そして全面に敷いたら、今度は側面の部分ですね、そこにもね1段ぐらいですね、フルーツを敷いていただくと見た目が綺麗になります。そしてフルーツを敷き終わった後なんですが、冷蔵庫で一度型を冷やしてください。まあね、牛乳寒天を作ってる間だけね冷やしていただいてもいいんですが、最低5分間は冷やすようにしてください。このように型を冷やしておくと、牛乳寒天を最初流し入れた時にすぐ寒天が固まってくれて表面が綺麗に仕上がります。そして牛乳寒天を作る時のポイントです。まずはじめに粉寒天とお水を加えて、そして一度しっかり混ぜてから火にかけてください。混ぜる時なんですが、ゴムベラやまたはゴム製の泡立て器を使って混ぜるようにしてください。ステンレス製のものを使ってしまうとお鍋を傷つけてしまいますので注意していただけたらと思います。そして沸騰したら火加減弱火にして、
その後よくかき混ぜながら2分ほどしっかり火入れしてください。粉寒天はね、最初溶けたかなと思ってもしっかり火入れしないときちんと溶けないので、必ず時間を守って火入れするようにしてください。そしてその後お砂糖を加えて再沸騰したら牛乳を加えます。そしてこちらの牛乳も冷たい状態で加えてしまうと入れた時に寒天が固まってしまう時があります。なので人肌程度まで温めてから加えるようにしてください。そして寒天ができたら冷やしておいた型を取り出して、そしてそっと型の中に入れてください。勢いよくね入れてしまうとフルーツがずれてしまうことがありますので、優しくね注ぎ入れるようにしてください。そして注ぎ入れた後なんですが、素早く残りのフルーツを入れて、そしてさっと混ぜたらそっと型の中に流し入れてください。寒天はね常温でも固まりますので、ゆっくりやってるとだんだん固まってきてしまいます。なのでこちらの作業は素早く行うようにしてください。あとはね粗熱を取って、その後冷蔵庫で 2,3 時間冷やしてから召し上がってください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はフルーツ牛乳寒天を作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。